見つめる人はアイリスです。疲れ目にピリオド、大正製薬のアイリス。パリからおよそ200キロほど離れた古い歴史の町ル・マン。この静かな歴史と田園とに抱かれた町に今年も熱く燃える季節がやってきました。ル・マン24時間耐久レース。このレースは人間と車が限界に挑戦する世界一過酷なレースであり、また古い伝統を誇るレースでもあります。1923年、今より70年ほど前に耐久レースの草分けとして開かれたこのル・マンのレースは59回目を迎え、その耐久性とスピード、燃費を競うレースとして世界の三大レースの一つに挙げられております。またこのレースはコースの半分を一般の公道、ハイウェイと田舎道を使用するという特徴があり、整備されたサーキットのコースと全く条件の異なる公道部分を走らねばならない大変難しいレースでもあるのです。ドライバーは1台の車について3人、1人で14時間を超えて運転することはできず、また連続運転4時間以上も禁止と決められ、スタートは土曜日の午後4時、ゴールは日曜日の午後4時、日本時間では夜の11時。まもなくこの24時間の長くて苦しい戦いが繰り広げられるのです。この番組はマツダ、藤田、ジョンソン、アデランス P&G とご覧の各社がお送りします。車に乗ることはこんなにも自然で幸せなことなのか。マツダセンティア。V6-2500 200馬力マツダ MX6。 MX6。ビュン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 、街は走る。街に生きる力、作るのは藤田です。今度のジョンソンは4ヶ月。セラミックだから皮膜が硬い。セラミックだから効果が4ヶ月。一度の作業で4ヶ月。ジョンソンセラミックコート新発売。レインダッシュしてやれば雨からあなたの視界を守ります。液体ワイパージョンソン。レインダッシュ。そう、内面からの美しさ、輝いて見える美しさ、それを最大限に引き出すのは体の中の自然の力だと思う。 SK2 独自の
自然酵母から生まれたピテラが細胞に生命力を与えます。自分の中に眠っている力を引き出してくれる。まるでスワーダが目覚めるように。 SK2 Max Factor。大丈夫でしょうかね、シャフトのジョイント。あれが加熱したら今年も。やれることはやった。そうだろ。はい、そうですよね。That's too dangerous. A lot of cars start out slowly in this race, so there's a good chance that you could be in a crash early on. I know. And this is a 24-hour race, and I'm not going to put us into any danger. But the whole... And I know we can win this year, and my drivers and mechanics are willing to bet me on that. I trust your decision. Thanks.たくさん握らないでね、冷めちゃうから。スチューも冷まさないようにね。はい。レース中はあったかいものが一番なんだから。さて、世界三大レースの一つ、そして世界で最も伝統のある過酷なル・マン24時間自動車レースがいよいよ始まろうとしています。堤さん、このル・マンに勝つということはまさに世界を制するということになりますね。その通りなんですね。昔からこのル・マンで勝てないマシンは本当のマシンではないと言われていますけどね、F1 を超える350キロ以上の最高速、そして200キロ以上のこのアベレージスピードでなんと24時間走り切るわけですから、大変過酷な耐久レースですね。それだけに全てに最高のものが要求されるわけですね。車と人間がその極限に挑戦する、それがル・マンです。あ、こちらマツダのピットです。あ、お父さん元気そうでよかったわ。お母さんたらたった2週間しか経ってないのに。でも長いのよ。このル・マンの間は本当に長いの。マツダからはエントリーが3台ですが、今年はどうでしょう。そうですね、マシンの性能は決して悪くはないと思うんですけど、ただ予選のタイムから優勝を狙うっていうのは少し強いキクちゃんっていうところあります。頑張れよ、俺の分までな。ちょっとあんた大きい声出さないでよ。ヒロシが勉強してんだからさ。すまん。もう遅いのよ。
そしてカテゴリーの違うマツダはジャガー、メルセデスと一緒に後方からのスタートになりますね。はい、まずは第1コーナーの混戦を引き抜けて、それからじっくりと追い上げる、こういったところが最初の見どころとなるでしょうね。なるほど。マツダのロータリーエンジンは来年はもう出場できないわけですから、そういう意味でも頑張ってもらいたいですね。はい。君島、泣いても笑ってもこれが最後さあ最終コーナーを立ち上がりました。ペースカーがエスケープゾーンへ入った。今シグナルグリーン、全車パワー。さあ先頭はプジョー、いやいやプジョーが突っ込む。各マシンが第1コーナーを無事通過しました。有名なダンロップアーシのダウンヒル、先頭はスプリントタイプ2台のプジョーです。ヘルトルルージュからさあ間もなくユノディエール、有名なユノディエールの直線です。先頭はプジョー、これを追ってメルセデス、ジャガー、日本のマツダもいい位置にいます。ルマン24時間自動車レース、いよいよスタートしました。1991年ル・マン24時間耐久レース。私がロータリーエンジンに出会って30年。思えば長い道のりだった。戦後という暗い時代が終わり、高度経済成長の中で誰もが明るい夢と希望を抱いていた。その頃私はマツダの前身東洋工業で全く新しいロータリーエンジンの開発に取り組んでいた。菊ちゃん、会長どうだ部長、出力100馬力維持してます。この分だと200時間耐久テストも楽勝ですよ。これが成功したら世の中あっと驚くだろうな。菊ちゃん、まただよ。金津か。ったくもう止めるか。そろそろ200時間だな。出力が落ちた。限界だ、止めろ。くそー、何度やっても同じか。この傷が原因です。このアペックスシールがハウジングの内側をこするんだな。西ドイツの NS ウー社の図面通り寸分の狂いもなく作ったエンジンだっていうのに。沢村部長、うちは騙されてんじゃないんですか。こんな傷ができたんじゃ物の役に立ちませんよ。NS ウー社はこのことを隠したんだ。ちょっとばかりつまずいたからってな、弱音吐くな。これに挑戦してるのはな、我が社だけだ。やりがいがあるじゃねえ。我々の手で新しい技術の歴史を作るんだよ。今欧米に追いつけ追い越せだがな、日本の自動車が世界の頂点に立つ日が必ず来る。俺はそう信じてる。ほら見ろ、ロータリーに役立つ情報なんて何にもなかったじゃないかよ。わざわざ東京まで出てきたの。おい、菊島じゃないか。安西さん、懐かしいな。おい、何年ぶりだ。あれ、お前も同様か。あ
先輩は？俺愛知自動車におるよ。最大手が東洋工業か。知ってるか？いずれどっかに吸収合併されるって噂があるよ。知りません。通産省はな、業界再編を考えてるんだよ。ロータリーが実用化できなかったらお前の会社確実にどっかに吸収されるな。ロータリーは耐久性がない、燃費が悪い。俺はっきり言うがな、あんなものは役立たずのカタツムリだよ。カタツムリ？俺はサラブレッドだと思ってます。サラブレッド？ええ。レシプロはピストンの往復運動、ロータリーはローターの回転運動。エンジンとしては原理的にロータリーの方がシンプルで優れてます。理屈はどうであれ欠陥だらけじゃ話にならん。欠陥は直せばいいんです。いいか菊島、どこの会社も開発には二の足を踏んでるんだよ。ロータリーなんかいくらだって無駄だな。考え直せ。俺は信じてます。ロータリーは最高のサラブレッドです。その年の秋、我々は数多くの問題を抱えながらもロータリーエンジンの初の走行テストに踏み切った。だが山上さん、まるで電気アンモですよこれは。それにケツから煙、カチカチ山のタヌキじゃあるまいし、とても物になるとは思いませんね。どうやってもこのアペックスシールがハウジングの内側を傷つける。アペックスシールの材料を工夫するしかないな。あらゆる材料を使ってテストしろ。はい。あらゆる材料ね。ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒、気がつきゃお前いつもこんなとこ来てんの？たまにな、息抜き息抜き。ああ、いいからほら菊ちゃんにサービスしろよ。どうぞ。いらっしゃい。お待ちかねよ。遅いよ明美。もうさあちゃんだってこの頃すっかりお見限りじゃない。そう言うなよ。ロータリー研究部ってとこ移ってから徹夜続きだなあ菊ちゃん。あら、こちら菊ちゃんっておっしゃるの？こちらウブな方。そう、こいつの恋人はロータリーだ。俺の恋人は明美だ。明美、結婚しよう。ちょっともう冗談ばっかり。冗談なもんか。うちの会社はどうせ大手に吸収されるんだ。だから出世の見込みはない。お前と一緒になってさ、水商売でもしようかな。沢村、俺帰るよ。菊ちゃん、いつまでロータリーにしがみついてるつもりだ。あんなお先真っ暗なものにはおさらばしようぜ、お互いによ。待てよ。あれ、いい加減に目覚ませよ。いいか、お前がレシプロに移らずロータリーで頑張ってるのはな、会社のためでも何でもないよ。ただ単にお前がバカだからだよ。世の中を見通すことのできんアホだからだよ。ちょっとさあちゃん。俺はちっぽけな雑貨屋のせがれだ。大学でとは違う。会社の技能者養成所で働きながら勉強した。だがな、だからこそ技術者としての誇りを失いたくないんだよ。誇り？そんなもんな犬に食わせろよ。あ、話にならん。
どうすりゃまともに走り出すんだお前は。まだいたの？部長、報告が遅れて申し訳ありません。中鉄合金から牛の骨まで考えられる材料は全て試してみましたがシャッターマークは消えません。青菜、ちょっと思いついた。これに穴開けたらどうかな。穴？中空構造にしてな、衝撃を吸収するんだ。部長、やってみます。おはようございます。ゆうべすまなかった。俺も頑張ってみるよ。見ろよ沢村、部長のアイデアだよ。振動を吸収させるために穴開けた。これであの傷が解決できるかもしれん。おい、どうだ？200時間超えたの？会長です。出力も落ちません。やったんですよ部長。世界中のどこもできなかったことをうちがやった。いや、喜ぶのはまだ早いよ。エンジンの性能が今後向上して回転数が上がればだな、穴開きアペックスシールの限界っていうのがあるからな。やはりアペックスシールの新素材っていうのは必要だな。その新しい素材によるアペックスシールも試行錯誤を繰り返した挙句ついに開発され、ロータリーエンジンはいよいよ実用化に向けてのスタートを切った。もう少しエンジンパワーが欲しいな。そんな簡単に言わないでよ。こっちは精一杯なあ。やってみよう。ローターのサイズ小さくして回転数上げれば。菊ちゃん、これから戻ってすぐ実験に取り掛かるか？おお、もちろん。俺ちょっと約束がよ。ほら、お前も覚えてんだろ、いつかの明美。お前あれ冗談じゃなかったのか？ひょうたんから駒だ。お前どうなんだ？ああ、実は見合いをした。記事になった？うん、俺にはもったいないほどだ。おい！これだけパワーアップすれば先行き上がれな。おい。すいません。お忘れだったんですね、今日の約束。いや、
忘れたんじゃないんです。ただこんな時間だなんて気がつかなくて。すいません。もう終わりましたから。すぐ。もう遅いですからこれで。その後数ヶ月を経て新型エンジンは完成した。2ローター、最高出力240馬力 10A と呼ばれたそのエンジンはコスモスポーツに搭載された。コスモスポーツを市販する予定なんだ。これを機に大いにロータリーエンジンというのは強く世にアピールしたい。狙いはまずマラソンデラルートだ。何ですかそれ。西ドイツで行われる84時間の耐久レースだ。非常に過酷なレースだけどもな、我がロータリーならきっとやる。私はそう信じてる。この間すみませんでした。最高時速185キロ、0から400メートル加速が 16.3 秒なんです。この車が？違います。新しくできたコスモスポーツです。知ってますか？ここから四国に橋を架ける計画があるの。橋？ええ、島伝いに。四国もいつかは地続きになるんですね。今度レースに出ます。運転するんですか？いや、裏方のエンジン担当です。マラソンデラルートって言って西ドイツで行われる84時間ぶっ通しで走り続ける世界的なレースなんです。うちの部長はとても大きな目標を持つ人で、ぜひともそういう大レースでロータリーエンジンの性能を試してみたいって言うんです。優勝するといいですね。優勝ですか？いや、それは到底無理でしょうけど、その夢だけは持ってます。ここに橋を架けようとしている人たちと同じように、いつになるか、5年先か10年先か、でもいつかきっと橋は架かる。夢の架け橋ね。これ受け取ってください。夢の分かる人にそばにいてほしいんです。でも嫌いですか？ごめんなさい、自信がないんです。この年我々が初めて挑戦した84時間耐久レースマラソンデラルート、我がマツダックスは4位に入賞、モストセーフティーカー賞を受賞している。広島帰ったら俺たちはスターだぜ。明美も喜ぶだろうな。おい、ところでお前どうなんだ、家族さんとその後。振られた。まあ気にすんな、女なんてよ星の数ほどいるんだから。先行くぞ。入賞おめでとうございます。
夢の架け橋の素晴らしさがやっと分かりました。お呼びでしょうか。どうだ君、ルマンへ行かんか。ルマン？うん。マラソンデラルートを見たベルギーのチームからエンジン供給の依頼があった。ルマンは世界最高の耐久レースだ。これに勝てば名実ともに世界の名車になる。強豪相手に頑張ってこい。はい、やってみます。だがロータリーエンジンのルマン初挑戦は残念ながらたった4時間でリタイアするという惨めな戦いに終わった。その頃東洋工業本社とは別に北見監督が率いるマツダのディーラーチームがモータースポーツと取り組んでいた。大手はロータリー叩きを狙い1万キロも走れば壊れるというデマまで流していたが、この年のマツダオート東京チームは常勝将軍のスカイライン GTR を破り優勝。これを機に国内メインレースを総なめにした。私と北見監督とが出会ったのはそんな時だった。ルマンを諦める？はい。それ広島の決定なのか？いえ、私個人の意思です。ルマン挑戦はやめてください。お願いします。理由を聞かせてくれ。なぜなんだ？エンジンが間に合いません。俺たちは毎日ルマンへの準備を進めてるんだ。今あるエンジンでも十分出場できる。勇気さえあれば。勇気の問題じゃないんです。12A は260馬力、従来の 10A からわずか20馬力しか向上していないんです。ルマンじゃ通用しません。ルマンは特別なんだ。出場するだけでいい経験になるんだ。勝ち負けは問題じゃないんだ。しかしルマンで惨敗すれば大手がロータリー潰しの材料にするのは目に見えてます。結果を恐れて何ができる？俺はガキの頃からルマンを夢見てきたんだ。だが結局この年マツダオートチームはルマンへの出場を取りやめてくれた。さてサンデーサーキットはスタートから1時間を経過しました。先頭はプジョーが現在第1位です。これを追ってメルセデス、ジャガー、いずれもスプリントタイム。おっといきなりクラッシュしました。メルセデスです。これとプリマガスポルシェ、そしてこちら55番の日本のマツダ 787B は現在11位に上がってきました。俺の頭の中に俺がいる。ルーだ。参ったか。俺のこの辺がちょっと寂しいんだよね。だからライブニュー。地毛を生き生き活毛するからカツラじゃない。ライブニュー。フリーダイヤルの黒々すぐ電話。増やす時はフラッシュ1本。忙しくても簡単。しかもナチュラル。ライブニューとトゥゲザーしようぜ。アデランス。あなたの近くであなたの夢を形にします。対等のスーパーアミューズメントアメニティ。キーンダダダダダダ。キャッチ・ザ・ハート。ファイト。ナンパオの力。ナンパオは中国処方生薬31種配合。
疲れだるさからくる腰痛肩こりにナンパオは効く。田辺製薬から。マツダクロノス V6 フィールをより豊かに。今クロノスに 2.5 リッター25グランツーリスモ新登場。V6-2500 馬力マツダ MX6。 MX6。さあ日本勢、堤さん、松田の走りはどうですか？いい調子ですね。なかなか安定してますよ。しかしこのルマンのレースは燃料制限がありますね。そうなんですね。この C2 クラスは24時間で2550リッターしか使えませんから、とにかくもらい事故と、そしてこの燃費に気をつけてほしいですね。現在先ほどちょっと接触事故を起こしましたけれども、接触いたしました31番ベンドリンガーシューマッハクロイスポイントラグビの31番のザウバーメルセデス C11、 このマシンが先頭です。そしてこれを追いましてヨーストポルシャの57番、痛いスピン。さあこれはどうだ。さあ以上の先頭グループの1台が今ピットインしています。NA3.5 リッターのこのスプリントマシンのプジョーなんですけどね、どこまでポジションを守れるか。そうですね。堤さん、プジョーが燃料補給中にオーバーフローしたガスがこれ配管にかかって引火したみたいですね。ちょっとした油断が命取りになりますね。いやその通りなんですね。ルマンはまさにこのサバイバルレースですから、とにかく最後まで走り切った者が勝つ。今の時点では何とも言えませんが、やはりこのメルセデスとジャガー、これが本命ですね。これポルシェとこのマツダがどう絡むか、我々としてはとにかくマツダ頑張ってほしいと思いますね。フロントスクリーンやられた。ひびが入ってます。大丈夫か？このままひびが広がらなければ多分大丈夫です。飛び石だと思います。次のレギュラーピットでチェックしておきます。頼む。松田のですね55番787Bがピットに入ってきました。このピットストップはどうでしょう？そうですね、タイミング的に見ましてもこれは予定のレギュラーピットインだと思いますから、多分トラブルではないでしょう。ガンガン行ってほしいですね。今年こそロータリーの進化アピールしたいんですから。ロータリーエンジンの進化、今にして思えば我々にとっての一番の危機、あの苦しい時期をよく乗り切ったものだ。
第一次オイルショック。東洋工業は深刻な経営危機に直面したのである。課長、新しいローター出来上がりましたが、もう2週間になりますが。今は量産車の燃費向上に全力を挙げる時だ。そっちの方が優先される。我々も急いでるんですが。君は何考えてんだ。会社が大変な時に金を食うだけのレースごっこか。君らのような極潰しに回す材料はない。極潰し。お調子一お前も言われたのか。設計家の連中にな。今じゃ会社全部が俺たちを極潰して呼んでる。ロータリーの生産を中止しろという声もある。今まで俺たちが会社支えてきたのに今度は社族扱いだ。ルマンで勝てば会社の連中を見返してやれるんだ。そんな見込み全然ないしな。菊ちゃん、俺レシプロに回るわ。見放すのか、ロータリーを。ああ、おさらばだ。会社のためにやってるのによ、そこまで言われてるロータリーに尽くす義理はないよ。一緒にレシプロに移ろう。なんでだ。レースが何になる。給料が上がるわけでもないだろう。俺は続ける。続ける。お前ってやつだ。止めはしないよ。おやすみ。勝手にさせてもらうわ。ただいま。おかえりなさい。まだ起きてたのか。よく寝てる。部長さんの奥様から聞きました。会社が大変なんですって。お前は何も心配しなくたっていいんだ。ねえ、信子が幼稚園の発表会で歌を歌うんですって。桃組さんの代表で独唱よ。信子が。一緒に発表会行ってあげましょう。そうか。信子がな。今年はルマンへ行かれるって本当ですか？去年行ったシグマオートモーティブの工藤さんに監督を頼まれてね、引き受けたよ。そうですか。どうした、飛べないのか？
開発予算もほとんど取れず、レース用エンジンの研究に残っているエンジニアもごくわずか。ロータリーは終わりかもしれません。相棒の沢村さんっつったっけ、あの人もレシプロの方へ移ったそうだな。あんたなぜ辞めないんだ？子供の頃はいろんな夢がありました。パイロット、野球選手、レーサー、みんなどこかに消えました。今の私の夢はたった一つ。この世にロータリーエンジンを残したい、それだけです。だからぜひ行ってほしいんです、ルマンに。そして24時間せめて完走してほしいんです。去年ルマンへの参加を拒否された時、俺はあんたのことを臆病者だと思った。しかしあんたはやっぱり夢を追いかけてたんだな。俺と同じように。頑張ってください。今度のジョンソンは4ヶ月。セラミックだから皮膜が硬い。セラミックだから効果が4ヶ月。一度の作業で4ヶ月。ジョンソンセラミックコート新発売。レインダッシュしてやれば雨からあなたの視界を守ります。液体ワイパージョンソン。レインダッシュ。俺の頭の中に俺がいる。ルーだ。参ったか。俺のこの辺がちょっと寂しいんだよね。だからライブニュー。地毛を生き生き脱毛するからカツラじゃない。ライブニュー。フリーダイヤルの黒黒すぐ電話。増やす時はフラッシュ。忙しくても簡単。しかもナチュラル。ライブニューとトゥゲザーしようぜ。アデランス。完璧であること、革新的であること、美しいこと。今マックスファクターからハイセリア。それは時代を先駆けるサマーファンデーション。紫外線だけでなく紫外線を肌に取り込む赤外線も防いで、夏の日差しからよりパーフェクトに美しさを守ります。マックスファクターハイセリア。完璧であること、美しいこと、それがマックスファクター。マックスファクター。どんどん街は深い。街に生きる力、作るのは藤田です。まあ床上浸水か。参ったね。工藤さん、腐らずに行きましょうよ。環境づくりもおいおいやりますよ。じゃあまず食事にしますか。ああ、みんな休んで食べよう。さあ早く早く。ダメだ、この雨で腐ってる。他に食事は用意してません。仕方がないな。今夜は断食だ。一番大切な食事のことを見落としてましたよ。一流チームのような専用の料理隊を持ちたいもんだ。こんな不測の事態に見舞われた私のルマン初挑戦は最終ゴールまで走り切ったものの、規定周回数不足で完走とは認められず、
菊島の思いに応えてやることはできなかった。そしてロータリーエンジンはその後5年ルマンには姿を見せなかった。本社は本社、うちにはうちのビジョンがある。ルマンへ行きたい気持ちは俺も一緒だ。ただしマツダオート東京は赤字経営で金は出せない。君が独自にスポンサーを見つけるならやります。ここで踏ん張らなきゃ一生負け犬だ。しかし巨額の資金を出すスポンサーがおいそれと見つかるはずはなかった。ルマンです。世界一と言われる自動車レースです。オイルショックが尾を引くこの時期に非常識なお願いだということはよく承知してるんですが、別に油なんかどうでもいいんだよ。おもちゃの自動車はガソリン使わんからな。そのおもちゃの宣伝にうちの車を使っていただけませんか。宣伝？うちのおもちゃを宣伝できんのかね。はい、できますとも。車のボディにですね、おたくさんの社名と製品名をデカデカと書きまして、これが24時間大観衆の前を走るんです。優勝でもしたらその写真が世界中に報道されます。おたく様の製品は一気に世界の有名商品です。そうか。いやいや、しかしな、宣伝の方は専務に任せてあるんでね。いや、その専務っちゅうのは僕の女房なんだけどね、はあ、これが先代の社長の娘で顔が不細工やわ、気が強いわ。そんなことは関係ないんだよ。まあとにかくそんな余分なお金を使う余裕はないわな。いや社長、もう一度説明。諦めよう。どうもお邪魔しました。ちょっと君ら待ちなさい。なんでそう簡単に諦めんのかね。なんぼ私が養子でも大事なことはこの社長が決めるんやから。いや、そうしますと社長、出そうやないか、金を。本当ですか。うちのおもちゃが一気に世界の有名商品か。いや、君たちこれがほんまのロマンスっちゅうやっちゃね。よっしゃ、今年はそれにかけよう。ロマンスですか。どうもありがとうございました。ありがとうございます。宣伝してや。しかしこの年のマツダオート東京チームは0コンマ96秒差で予選落ち。せっかくのロマンスも不発に終わった。お前もカタツムリ相手によくやるよ。先輩、ロータリーはサラブレッドですよ。な、お前の会社メンバーから役員が送り込まれてくるだろう。そうなったらな、ロータリーは生産中止だな。何かあったら俺のとこ連絡しろ。再就職は考えるんだ。気持ちだけいただいておきます。意地張るな、意地を。せっかくですが失礼します。おいあの野郎、いよいよ病気だ。広島を離れるの嫌か。広島。お仕事どうするんですか。ロータリーはもう作れなくなるかもしれん。嫌か。逃げるんですか、沢村さんのように。逃げて後悔はしないんですか。あなた
俺の気持ちばかり言ってはいられないだろう。子供たちも守ってやらなきゃいかん。覚えてる？夢のわかる人にそばにいてほしいっていうあなたの言葉。古い話だ。私あの言葉に惹かれて今日までもしもあなたが昔話をするだけの人になったら実家に帰らせていただきますからね。子供たちと一緒に。和子。菊島が失意のうちに過ごした間、我々は自力でスポンサーを獲得、ルマンに参戦した。がいずれも多くのトラブルに見舞われ、ただの一度も完走することができなかった。だがこの年、いけるんだよ。またルマンに行けるんだ。本当？ああ、山上専務がね、銀行から来た重役たち説得したんだ。夢のない企業に優秀な人材は来ない。ロータリーエンジンとルマンは切っても切れない関係なんだって。よかった。だってロータリーをなくしたあなたなんて惨めで見てられないもの。飯。私が北見監督と手を組んでルマンに挑戦した初めてのこの年、我々の車は完走を果たした。我々はやっと一つの峠を越えた。レース開始から3時間とちょっと経過しました。カーナンバー55マツダ 787B が現在10位を走行中です。トップのメルセデス C11 からは2周遅れですが健闘しています。どうだ？55号車の燃費は変わりませんが、ターゲットタイムよりちょっとマイナスです。What's your flick at the course curve? All right. Your fuel mileage hasn't changed, but it's still only 3 minutes and 46 seconds. So try to cut the time down. Okay, Roger. He's a professional. He'll think of something. Yeah. Well, you lost 2 kilos. Well, try to get Masako to fix you something that your body will absorb. And meanwhile, start taking some of this, okay? Thanks, Doc. Sure.
さていよいよ過酷な厳しいレースの様相になってきました。現在先頭はメルセデス C11、これを追ってジャガー勢、そして日本の55番の 787B マツダも健闘しています。マツダの健闘、18番の787、それから56番の787も上位を狙っています。さあユノディエールの直線、おっと下にクラッシュ、タイヤバリアですね。はい、ここはねアルメラポルシェだろうと思います。はい、ちょっとよく見えませんでしたが大変な危険な位置、こちらもう一台スピン、ベンドリンガーですね。ちょっとスロットル踏みすぎた感じがしました。まあそろそろ各マシンともですね、なかなか難しいトラブル出てきましたね。はい、さあこちら日本のマツダ787、ステファン・ヨハンソン、デビッド・ケネディ、そしてマルチオ・サンドロサラ、56番は日本の寺田洋次郎、そして頼野高橋、そしてピエール・リュードンネが乗っています。このマツダの3台が徐々に上位を狙っています。快調にかわしています。上位を着実に狙っています。ここまではマツダ P&G アデランス、ジョンソン、藤田とご覧の各社がお送りしました。肌がベタついていると反り残す。だから電気カミソリの前にサクセス。肌をさっと乾かす。さらに滑りを良くし反り残しがない。サクセスプレーシェーブローション。さっぱりヒリヒリしない。キリンレモンキリンレモンキリンレモンキリン、ほら10年経っても一緒に飲もうね。うち中でみんなキリンレモン、炭酸控えめセレクトもどうぞ。新しい風が吹いてる君の背中の方から、夢と一緒に僕たちは走る。おいしいリラックスメントス。今日もシャワーで歌おう。さらに優しくなって新発売資生堂シャワーソープ。ここからはアンフィニ、サンスター、アサヒビール、レナウン、第一製薬とご覧の各社がお送りします。さて91年ルマン24時間自動車レース、いよいよ過酷な厳しいレースの様相になってきました。さてこちらは快調に上位勢を追いますのがマツダ勢。マツダも健闘しています。マツダも健闘、上位を狙っています。マツダは各マシンともに快調ですね。実にね着実に泳げてますね。どうぞ。全てが順調ですね。怖いぐらいですよ。ルマンでは何が起こるかわからんからな。あの時もそうだった。1987年、我々のマツダ757は日本の車として初めて7位に入賞し、ムードも一気に盛り上がった。しかし規定の燃料を使い果たしてのギリギリのゴールインだった。いや今回はよくやってくれた。表彰台を目指すには3ローターじゃダメだな。はい、そのためには4ローターどうだ、来年までにできるか。ルマンで優勝するためには4ローターのエンジンが必要だって聞いたけど。はい、馬力アップは長年の課題です。ですが一口にローターを増やすといっても基本設計からやり直さなきゃなりません。しかも燃費向上という相反する難題も同時に解決しなければなりません。設計家ではすぐに取り掛かると言ってた。うちの課でも必要なものがあればすぐに試作できるぞ。どうした？
え本当に長い間そんなことは言っていただけなかったもんだ。すまん。君たちには苦労をかけた。とうとうできたのね。ああ、この瀬戸内海の自然をできるだけ壊さないように作ったんだ。これは大変だったろねえ、お父さんはなんでこの橋が好きなの？なんでかな。お前たちこの橋を設計した人や作った人の名前知ってるか？知らない。知らない。お父さんも知らないよ。なんだ。だがな、名前なんか知らなくたってその人たちはきっと満足してる。土地の人も我々もいや日本中のみんなが喜んでるんだから。お父さんも同じなのよ。お父さんも？レースのために開発された技術がいつかはみんなの乗る車にも使われるようになるんだもの。そうか。そうなったらお父さん嬉しい？そうだな。お父さんはね、それが一番嬉しいのよ。この年我々は4ローター新型エンジンを搭載したニューマシン7672台と前年7位入賞の757の3台でルマンに臨んだ。しかしニューマシンは2台とも多くのトラブルに見舞われ完走するのはやっとだった。手応えはありました。来年は上位を狙いますよ。実は悪い知らせがある。1990年から 3.5 リッターの自然吸気エンジンしか出場できないんだ。どういうことですか？新ルールで車両規定が変わる。ロータリーやターボは新規定に合わないんだ。俺たちは30年間も何をやってきたんだ。まだ来年がある。もう一度勝負しようじゃないか。そうでした。まだ来年があるんだ。1989我々は630馬力にパワーアップされた新エンジンでルマンに臨んだ。しかし結果は1987年の自己最高順位7位を超えることはできなかった。だが翌年からの新ルールの適用が1年見送られ1990年がロータリーのラストチャンスとなった。来年のルマンが最後の勝負だな。来年までに100馬力パワーアップしてくれんか。たった1年で100馬力ですか？おう、よそさんと同じことをやったんじゃルマンには到底勝てんよ。そのことは君が一番よく知ってるじゃないか。あのね、1日挑戦2日挑戦全社を上げてバックアップするからな。あ、そうだ、君ねマツダスピードに出向してくれんか。本社とマツダスピードの間の調整役としてさ、取締役技術部長を命ず。とにかくね、ロータリーエンジンのために大いに頑張ってくれ。期待してるから。Infini.
FR ミッドシップの新しいプレステージアンフィニ MS9 登場。アンフィニアンフィニ RX7 登場。ごめんなさい。やっぱり私の方が間違っていたような気がします。宮沢さん長電話だな。ごめんなさい。安い市外電話0088で。まだ怒ってらっしゃいますか？誰と話してんのかな。だけど相手は男かな。安い市外電話0088日本テレコム。お申し込みはお電話で。宮沢さん、ごめんなさい。これまでの歯ブラシでは届かなかった歯と歯茎の隙間の歯垢もデンタルブラシガムならきれいに取り除き歯周病を予防します。デンタルブラシガムサンスターから。歯周病菌は眠っている間に急激に繁殖します。デンタルリンスガムは歯周病菌を殺菌コート。お休み前に薬用デンタルリンスガムサンスターから。髪は夜作られる。でも毛根の油が邪魔になる。まず邪魔な油を取る。カロヤンアポジカのやり方。育毛は夜アポジカ。第一製薬。この年エンジン出力は700馬力にパワーアップ。さらに元 F1 ドライバーのジャッキー・イクスがコンサルティングマネージャーとしてチームに参加。我々マツダは必勝の体制で臨んだのだった。イクスは F1 で8勝、ルマンでも前人未到の6勝、レースの神様と呼ばれる人物である。 This is not going in our favor. We keep getting behind at that chicane. 直前になってコース変更になったからな。直線重視の設計が裏目に出たか。結局ルマン最後の挑戦も期待虚しく、エンジンのトラブルなどでリタイアに終わり、ニューマシンは完走することさえできなかった。終わりですね、これで。ああ、終わった。なあ、残念だったな。これが最後だっていうのに。あもう一杯どうだ。いや、もう今日はこれで。そっか。おやすみなさい。これで目が覚めたんじゃないですか。所詮ロータリーじゃ無理なんですよ。無駄な努力をしたもんだ。何を言うか。いいか、マツダは世界の大手を向こうに回して堂々と勝負をしたんだ。その事実を正当に評価しなきゃいかん。結果なんかどうであれ。いいか、一人の技術者が一つのエンジンのためにその半生を捧げたんだ。それを他人が無駄だとかバカだとか言えると思うか。お前はそれでもエンジニアか。すいません。いや、いい。いいよ。俺もな、この間までお前と同じようなことをあいつに言っとったんだ。ただな、これでな、
あいつのルマン挑戦が最後になると思うと胸の中を風が吹き抜けるんだよ。菊島です。ああ、北見さん。もう一度出られるんですか、ルマンに。本当ですか、それ。もう一年新ルールの適用が伸びたんだよ。最後のチャンスがもう一度与えられたんだよ。はいはい、わかりました。どうもありがとうございました。どうも。ジャガーもメルセデスも万全の体制だろうか。こっちも戦闘力をアップしてました。懸案のカーボンブレーキも採用しましたし、やれることは全てやりましたから。分かってる。日曜日の午後4時、楽しみだな。Monsieur Terrada, bravo, merci. Merci madame. À cette année, Terrada, on va gagner, il faut les avoir. Merci. Merci. Ah madame, mes félicitations. Merci madame. Félicitations. Oh, Mazda, Mazda. よう、寺さん。やけに嬉しそうだな。毎年ね、一家総出で僕のことを応援してくれる家族がいるんです。それでね、今ね、ご挨拶行ってきた。そんな隠れた応援団がいるとは知らなかったね。寺さん、じゃあその一家に見せてやれよ。表彰台に立つお前さんの姿を。こちら再びルマンのサルテサーキットです。1991年のルマン24時間耐久レースはスタートから4時間を経過しました。出走台数スタートが38台、日本の55番のマツダ 787B が健闘7位まで浮上しました。そして56番、こちら日本人ドライバーの寺田洋次郎、頼野隆のマツダ787、現在寺田が19位と頑張っています。マツダは各マシンともに快調ですね。実にね、着実に上げてますね。ただあんまり攻めすぎますとこの燃費が心配です。何度も言いますが、今年のルマンでは2550リッターしか使えませんから。し計算通りだ。徐々に燃費は向上してます。ああ、去年とはまるで別のものだ。思い通りの車に仕上がってからだ。よし、もう少しラップタイムを稼がせよう。Volga, the fuel expenditure is better this year, so increase your speed for 1 second. Okay, I'll try and close the gap.おい、今のうちに腹ごしらえしとけ。いや、僕らは平気ですよ。今から緊張してたら朝まで持たんぞ。いいから行ってこい。はいはい。おお、うまいや。さすが谷さんだよ。栄養つけて頑張ってね。よ。
の分の材料が届きません。どういうことなの？業者の手違いなんです。すいません。他の業者に頼みましょう。それが土曜日はどこも休みなんです。市場よ。市場なら空いてるはずよ。はい、どうもありがとう。次ね。こっちこっち。ボンジュールムッシュ。トワプレ。トワ。トワプレ。あ、で卵もね。あ、ごめんなさい。これは。これ2箱もらいます。J'étais venue pour aller voir les voitures, hein. Pas pour faire tout le tour du marché. ルマンのサルテサーキットはスタートから5時間、午後9時を回りました。ようやくこのサルテサーキットにも夕闇が迫ってきました。どうぞ。ありがとう。お食事です。どうぞ。ああ、すみません。谷さん、買い出しで大変だったんですって。いや、毎年無理してもらっていいですよね。いいんですよ。私には車のことはよくわかりませんけど、一生懸命な皆さんの姿に心打たれるんです。ご成功祈ります。どうもありがとう。現在メルセデスが1位、そして快調に走ります55番の日本のマツダ 787B が4位まで浮上してきました。アサヒのジェットはキレ香り、デザイン一新アサヒのジェット、グビ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 、アサヒのジェットは上面発酵、グビ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 、切れ味爽快、香り華やか、アサヒ生ビールジェット、一歩進んだうまさです。私の肌は見るたびに少しずつ違う。目の下のここのところが少しだけカサカサしている時がある。そこが嫌い。え、あなたも？じゃあ鼻の横のここのところはどう？それからおでこの触り心地は好き。私に合ったエスティナがあった。ポーラエスティナ。あなたのおかげで思いは尽きない。メナウン。現在メルセデスが1位、55番の日本のマツダ 787B が4位まで浮上してきました。堤さん、このままいきますと表彰台の可能性も出てきたんじゃないですか。本当にその通りですね。ただまだ5分の1ですから、これから大切なパートですね。まあ夜は長いですし、このまま大事に走ってもらいたいと思いますね。What's the position of the Jaguar in front of me? That's number 35 in third place. Can I go for it? Hold on. 燃費は問題ありません。車の方は絶好調です。 Don't worry. Johnny is at his best right now. He can pass the Jaguar any time, so there's no need to gamble. ジャガーとのタイム差は現在5秒。次のラップで捉えて安全に抜けるはずです。 Johnny, wait till the next lap. Okay.
抜きました。ジャガーを抜いた。やりました。マツダ 787B3 位に浮上。18号車なんですが、心配してたドライブシャフトの温度が異常上昇してます。原因は正確にはつかめません。大事を取って交換しましょう。どのぐらいかかる？約15。でもコースの上でトラブルが発生したらその数倍の時間をロスする可能性もあります。分かった。取り替えよう。アッセンブリで交換。わかりました。アッセンブリ交換だ。他の車は大丈夫だろうか？おそらく心配いりません。Got some vibration in the right rear tire. Vibration? How did it happen? All of a sudden or gradually? No, all of a sudden. すぐピットにさせてください。Come into the pit right now. 岸島さん、18号車のドライブ車交換しました。14分のタイムロスです。55号車も同じトラブルだとしたら致命的だ。堤さん、55番のマツダがピットインですね。はい、これは何でしょう？そうですね、時間的に言いますとこれはレギュラーピットではありませんから、どうもトラブルのようですね。大丈夫です。シャフトは加熱しません。バランスウェイトが飛んでます。原因はそれか。大丈夫。タイヤ交換してしまえば問題ありません。すぐにまたジャガーを抜き返せますよ。さて、ピットインしていました55番のマツダ 787B ピットオフです。今コースに戻ります。遅れはそうありません。依然3位をキープしています。さて、これまで2位を走っていましたメルセデスの C1131 番がどうやらミッション系のトラブルでピットに止まっています。このためにマツダ 787B55 番がなんとついに2位まで上がりました。ルマンの長く厳しい夜が明けました。依然現在トップは1番のメルセデス C11、 そして55番のマツダ 787B は2位をキープ。堤さん、これはひょっとしますとマツダはですけど、これからがいよいよ本当の勝負なんですね。この朝の8時から12時まで、これは魔の4時間と言われてますからね。魔の4時間、ルマンで最もそのトラブルが集中する時間なんですよ。マシンがずっといじめられていますから、何かこの壊れる要素を抱えているような車、これはね必ずこの時間帯で壊れてしまうんですね。あっとトラブルか。そうですね、これサスペンション、完全に壊れてますね。ポルシェは今年もという感じになりましたね。そしてこちらグリーンはサンテックジャガー、日本のマシンと、それからその前にもう一台のポルシェ。そうですね、赤羽です。おっと、ここもこちらはプリマガスですか。プリマガスですが、51番のプリマガスポルシェ。さあ、どうやら本当に何かこう
トラブルが増えてきました。そうなんです。まあ私がね先ほど申しました、そのルマンの魔の4時間、これがその時間帯なんですね。なるほど。次々にトラブルでリタイアしていくマシン。こうした中で55番のマツダ 787B が順調です。それにしても三浦さんね、先ほどからこのトップを走っているカーナンバー1番のメルセデスなんですけども、ラップタイムが急に速くなっているんですね。多分この時間にこれだけ無理をするっていうのはピットストップの時間を稼いでるのかもしれませんね。としますと、その魔の4時間がメルセデスに出るか、あるいはマツダに出るかということになりますか。その通りなんです。そこがまあこの勝負の要なんですね。しかしメルセデスは相当これはプレッシャーを受けてますね。4ラップリードしてるとはいえ、大変なんですよ。逃げても後からひたひたとこのマツダが着実に上げてますからね。メルセデスピットインです。トップを走るメルセデスが突然ピットインしました。メルセデスやはりトラブルでしょうか。そうですね、ラジエーターから水蒸気が出てますからね、オーバーヒートですね。オーバーヒート？おそらくですね、ピットではすでに予測してたんだろうと思うんですね。逃げるために相当無理していたけれどもペースダウンはできない。そうなんですね。ですからもうマシンにストレスをかけたまま、走らざるを得なかった。これはもう起きるべきして起きたトラブル、そんな感じですね。ナンバー55マツダ 787B が今快調に走っています。さあメルセデスはなかなか再スタートできません。1周また1周、2位マツダとの4周の差がどんどん縮まっていきます。さてこのままあと1周する間にメルセデスがコースに復帰しなければ、ナンバー55のマツダ 787B がトップに躍り出ます。日本のマシンが今ルマン史上初めて先頭を走っています。堤さん、マツダがとうとう来ましたね。日本車がマツダが現在先頭を走ってます。いやー立派です。すごいですね。でもゴールまでまだ3時間もありますから、マシンはすでに21時間も走り、かなり疲労してると思うんですね。昨年もブルーポルシェがゴール20分前でリタイアしてますから、本当にこのまま無事に行ってくれるといいんですけど、まだまだ油断できません。いやー今ね、マツダのピットはきっと天に祈る気持ちでしょうね。あと2ラップでファイナルピットに入ります。ベルトランの状態どうだ？やる気満々で待機してます。 Well, let's have Johnny continue. I know his stress is high, but what do you think? Are you going to change the plans? He knows the course better than any of us. Yeah, but can he last one more stay in? 大丈夫、いけますよ。疲れはひどいようですがね、奴は燃えに燃えてましたから。よし、最後のスティンもジョニーでござろう。I think that this is the best choice. Johnny? I want you to see the checker flag. Can you do it? I'll be okay. I'll take over the flag.
スタートから23時間と20分経過、ゴールまであと40分です。現在走り続けている車は12台、すでに26台がリタイア、コース上から消えています。さあトップを走る55番のマツダ 787B です。マイドラはハーバート・ガショー、ハーバートが乗っています。そして2位が35番のジャガー、そしてこの後にマツダ 787B、 18番が6位です。56番のマシンマツダが8位を走っています。果たして55番の 787B マツダがこのままトップを守りきるのでしょうか。24時間前のですね、オープニングラップで19位だった55番のこのマツダ 787B、 徐々に順位を上げてついに本当に優勝してしまいました。実に素晴らしい優勝ですし、しかしこうしていますとペースをしっかり守った走りはパーフェクト、その意味では完璧な優勝と言っていいんじゃないですか。日本のマツダがロータリーエンジンを引き下げてこのルマンに挑戦して21年、トラブルに次ぐトラブルで本当に苦しい涙の戦いを続け、17回目にしてついに世界の頂点に立つ栄冠を勝ち得たんです。よくやった一人で興奮してんの？ヒロシが受験勉強してるって言ってるじゃない。38台、ゴールしたマシンは12台、そのうちマツダロータリーのマシンは3台とも完走を果たしました。ロータリーエンジンの強さ、マツダは今そのロータリーの強さを遺憾なく世界に発揮したと言えるでしょう。おめでとうカタツムリ。いやサラブレッド君、みんなにな、ご苦労だったと伝えてくれ。この勝利はチーム全員のものです。ドライバー、メカニック、食事を担当してくれた料理隊、そして本当にこの勝利の原動力となったのはおめでとうございます。今のお気持ちは？さまざまなご苦労があったと思いますが、福島さん、今のお気持ちをどうぞ。
1991年6月、ロータリーエンジンは世界の頂点に立った。ロータリー最後のルマンで優勝というあまりにも華やかな幕切れだった。だがそれは我々にとって人生の気まぐれな偶然に過ぎない。我々の仕事はこれで終わったわけではない。我々は今度はレシプロエンジンで新たなるルマンへの挑戦を始める。だがロータリーエンジンには性能アップという永遠のテーマが残されている。君の背中の後ろの僕は恋をしてる死ぬほど夜明けの海に星が落ちてく、長い髪も揺れてる。そうさ、昨日も今日も明日も永遠に強く抱きしめて口づけ交わした時を忘れないよ。波も風も鳥たちも夏物語をきっとアリベレルチ守れちゃう、ただそれだけさ。君はあの人のもとへ戻るんだね。つらかのまたける素敵な恋だったなんて僕に言えそうもない。どうしてこんなに涙出るんだろう。ただいまのドラマに特別出演していたレーサーの寺田洋次郎作ルマン午後4時を100名様にプレゼントします。宛先締め切りはご覧の通りです。なお当選発表は発送をもって返させていただきます。一見健康に見えるあなたの歯茎にも歯槽膿漏や歯肉炎を起こす歯周病菌が潜んでいます。薬用歯磨きガムは殺菌効果で歯周病を原因から予防します。歯周病菌と戦う薬用歯磨きガム。サンスター。インフィニ。心遊ばせる走りと空間。アンフィニのミディアムセダン MS8 新発売。インフィニ。アンフィニ RX7 登場。髪は夜作られる。でも毛根の油が邪魔になる。まず邪魔な油を取る。カロヤンアポジカのやり方。育毛は夜アポジカ。第一製薬。やわな男は手を出すな。野生を揺さぶるワイルドビート。強くて深い飲み応えのビール。アサヒワイルドビート新発売。この番組はアンフィニ、第一製薬、レナウン、
アサヒビール、サンスターとご覧の各社がお送りしました。本当にあった怖い話。誰なの？どうしたんですか？どうかしました。なんでどうしよう。だからそれがこれらしいじゃないですか。流行りものらしいじゃないですか。当たれば1人来る。高橋さんは？興奮してるのがよくわかります。9時からは裏デカをお送りします。今回いわきは一つのひき逃げ事件から次々と犠牲者が出たことに疑問を持ち、ある会社に社員として潜入して捜査を始めます。裏デカにご期待ください。来年はどんな絵を描いてくれるのでしょう。うまいのはなんだ？うまいのはコーヒー会社の UCC コーヒー。缶コーヒー飲むんだったら UCC。 いつでもどこでも缶コーヒー UCC コーヒー。羽鳥ダービースタート。蚊が落ちる蚊が落ちる。おっと線香燃えた。バットは真っ白になって倒れた。ノーバット強いぶっちぎる。ノーバットにしとくんやった。30日蚊を取るノーバット。わあ、髪きれい。そう実は地肌に秘密あり。地肌からいたわる毛先までまとめるカネボウ新発売。そうなんとかしたい便秘と皮下脂肪。便秘きれいにすっきり脂肪をきれいにすっきり。漢方成分の働きで便秘も皮下脂肪もすっきり。カネボウコッコアポ S 錠。一緒にね。